ランパンパン。昔のインドのお話。黒鳥の夫婦が木の茂みに住んでいた。亭主の黒鳥はとてもいい声の持ち主。ある日のこと、王様が近くを通りかかった。あの声の主を連れてこい。わしの宮殿で泣かせてみたい。王様の命令で家来たちが黒鳥を捕まえようとした。ところが大間違い。捕まえたのは女房の方。2羽の黒鳥はあんまりよく似ていて見分けがつかなかったのだ。女房をさらわれた黒鳥は怒り狂った。どんなことをしても連れ戻すぞ。黒鳥は尖ったトゲの刀を腰に刺し、カエルの皮を盾にして、くるみの殻で兜を作り、残りの半分に皮を張って戦いの太鼓にした。さあ、王様と戦いだ。黒鳥は太鼓を叩いて行進した。ランパンパン、ランパンパン、ランパンパン、パンパン。しばらく行くと猫に出会った。どこに行くの？王様と戦いに女房がさらわれたんだ。私も行くわ。王様に子供を殺されたの。僕の耳の中にお入りよ。そこで猫は黒鳥の耳の中に飛び込んで丸くなって眠った。黒鳥は太鼓を叩いて行進した。ランパンパン、ランパンパン、ランパンパン、パンパン。間もなくアリの群れに出会った。どこに行くんだい？王様と戦いに女房がさらわれたんだ。俺たちも行くぜ。王様が俺たちのアリ塚にお湯を流したんだ。僕の耳の中にお入りよ。そこでアリも潜り込んだ。黒鳥は太鼓を叩いて行進した。ランパンパン、ランパンパン、ランパンパン、パンパン。今度は木の枝が。どこに行くの？王様と戦いに女房がさらわれたんだ。僕も行くよ。王様ったら腹立ち紛れに僕の木を引きちぎったんだ。僕の耳の中にお入りよ。そこで木の枝も仲間に入った。宮殿の近くまで来ると川が流れていた。どこへ行くのかね？王様と戦いに女房がさらわれたんだ。私も行こう。王様は私の水を汚したんだ。僕の耳の中にお入りよ。黒鳥の耳の中はもういっぱいだったけど、川はなんとか隙間を見つけた。ランパンパン、ランパンパン、ランパンパン、パンパン。黒鳥は宮殿の正面玄関まで行進していった。トントントン。誰だ？と門番。ただの黒鳥さ。王様にさらわれた女房を取り返しに来たんだ。門番が覗いてみると、そこにはトゲの刀を腰に刺してカエルの皮の盾を持ち、くるみの殻の兜をかぶって太鼓を持った黒鳥が立っていた。門番は笑って笑って椅子から転げ落ちそうになった。こんなおかしなものを見たのは生まれて初めてだ。でも門番は扉を開けて黒鳥を王様のところへ連れて行ってくれた。何の用だ？女房を返してください。ダメだ。
と王様の答えは意地悪。それならあなたに戦いを挑みます。黒鳥は太鼓を叩いて部屋の中を行進した。ランパンパン、ランパンパン、ランパンパン、パンパン。その無礼者を捕まえろ。夜になったら鶏小屋へ放り込め。王様は叫んだ。鶏がそやつを片付けてくれるだろう。その夜、黒鳥が鳥小屋に放り込まれてみると、鶏はもう眠りについていた。あたりが静かになって、みんなが眠りに落ちた頃、黒鳥は低い声で歌い始めた。猫さん、猫さん、出てきておくれ。ここは鶏でいっぱいだ。やつらを襲って、羽毛を舞い上げ、やつらを引っかき、追い散らせ。猫は出てきて鶏を追いかけた。鳥小屋は大騒動。鶏がみんな飛んで逃げていってしまうと、猫は黒鳥の耳の中に戻り、丸くなって眠った。次の朝、王様は家来を遣わした。家来の報告では、鶏がみんないなくなり、黒鳥は元気に小屋の周りを太鼓を叩いて行進しているとのこと。ランパンパン、ランパンパン、ランパンパン、パンパン。王様は本当に怒った。その小尺な鳥を連れて行け。今夜は馬小屋に放り込んでしまい、馬たちがあっという間に始末してくれるだろう。その夜、黒鳥は馬小屋に投げ込まれたが、すぐさま天井の梁の上に飛び上がり、荒馬たちに触る暇も与えなかった。あたりが静かになって、みんなが眠りに落ちた頃、黒鳥は低い声で歌い始めた。木の枝くん、木の枝くん、耳から出てきて助けておくれ。馬たちをひっぱたいて跳ね回らせろ。ひっぱたけ、夜明けに馬たちが戸を蹴破って逃げるまで。木の枝は出てきてその通りにした。仕事を終えた木の枝は黒鳥の耳の中に戻っていった。朝になって王様は家来に黒鳥の最後を見届けに行かせた。ところがどっこい、馬がみんな逃げてしまい、黒鳥は意気揚々と馬小屋の周りを太鼓を叩いてのし歩いていた。ランパンパン、ランパンパン、ランパンパン、パンパン。王様は怒り狂った。逃げた馬はとても値段が高かったのだ。そやつを今夜は象の檻に放り込め。それでこやつも終わりだわ。そこで今度は象の檻に入れられた。けれど象たちが目を覚まして黒鳥をぺちゃんこにする前に、黒鳥はうまく隠れてしまった。あたりが静かになってみんなが眠りに落ちた頃、黒鳥は低い声で歌い始めた。アリくん、アリくん、助けておくれ。象の鼻を這い登り、象の頭を刺して噛みつけ、やつらが倒れて死んでしまうまで。アリは出てきて象の鼻を這い上がる。アリが頭を刺したり噛みついたりしたので、とうとう象は気が狂ってお互いに踏みつぶし合った。象がみんな死んでしまうと、アリは黒鳥の耳の中に戻った。夜が明けると王様は自分で黒鳥の死骸を引き取りに来た。ところがなんと死んでいるのは象たちで、
黒鳥は太鼓をたたいて行進しているではないか。ランパンパンランパンパン、ランパ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 ン。王様は怒るのも忘れてすっかり気が抜けてしまった。一体全体どうしたことだ。よし、今夜はわしのベッドの柱に縛り付けて何が起こるか見届けてやるぞ。その夜、黒鳥は王様のベッドの柱に縛り付けられた。辺りが静かになってみんなが眠りに落ちた頃、王様は眠ったふりをしていたが、黒鳥は低い声で歌い始めた。川さん、川さん、出てきておくれ。耳から出て王様の部屋に流れ込め。床を濡らしてベッドを持ち上げ、王様の頭の上で大洪水。川は流れ出て部屋を水浸しにし、王様のベッドを持ち上げた。びしょ濡れになって起き上がった王様はわめき散らした。頼む、ただの黒鳥よ。お前の女房を連れて出て行ってくれ。黒鳥は女房を連れて家に帰った。それからずっと木の上で幸せに暮らしましたとさ。おしまい。